ベラジオワールド以外にもう一頭いまして、ベラジオボヤージュ。こういうねちょっとねオーストラリアっていうか海外のね血統の馬がね活躍したらねまた競馬も盛り上がるんでね。落ちた落ちた落ちた。あかん、ほばい。危ない。いいよいいよいいよ。はい、じゃあこんにちは。やってまいりました中山競馬場、やっぱりね大阪から中山競馬場早朝からやってまいりましたけども、やっぱりちょっと遠いっていうか道のりがね今日もねやったんですけど、今日すごいね快晴でちょうどねもうすごいあったかいですね。今日別に半袖でもいいぐらいの天気で、それも快晴ですね。もう非常にね、絶好のコンディションで、今日もこの中山競馬場自体はレースを迎えれるんじゃないかなということでね、今日いよいようちの新馬デビューですね。新馬戦ではないんですけども、一応ね一昨年ですねチャンピオンズファームから実は購入しました、前回にもね動画ありましたオーストラリアサンバ南半球の馬が実はねベラジオワールド以外にもう一頭いまして、ベラジオボヤージュっていう馬が今日出走確定しております。それで、今日はね第6レースになって出走はね1時5分なんですけどね、今日ねオーシャンステークスね、ここパッて飾ってるんですけどね、競馬場のところでねオーシャンステークスの今日日でもあるんですけども、まあ今日ね一応ねその日に、土曜日ですけどね3月1日第6レース芝の 1800m にちょっと出走が確定しております。でこの後ねパドック見ながらまたいろいろやっていくんですけども、どうしても南半球の馬って半年遅生まれだというんですよね、日本の馬よりね。だからここまでちょっとデビューがちょっと遅れてるんですけども、その分実はね恩恵がありまして、ハンデがね斤量が下がるんですよね。で今日ねプラスアルファで新人ジョッキー、今日からデビューのね新人ジョッキーのうちはね船山騎手という方が乗ってくれるということで、今日この馬ベラジオボヤージュでこの新人のジョッキー船山ジョッキーが乗ることによってさらに斤量が減になって、なんとね負担斤量50キロすごいね軽いっていうかね。だからねオーストラリアサンバっていうことのそれもありますし、牝馬っていうのもあるんですけどね、あと新人ジョッキーのこのね騎乗で斤量が下がるっていうことで人気はねちょっとねそんなにね実はねあんまりないんですよね。っていうのもね調教師が上原先生という方になるんですけども、上原先生曰くですけどもやっぱりまだまだ動きが物足りない、日に日にその調教をやるごとによくはなっていってますっていうご意見はいただいてるんですよね。まだまだこれからの馬なんですけども、今の段階で言えばまだまだ物足りないっていう部分はあるんですけども、実際にちょっとレースで使ってみないことにはわからないんで、息遣いであるとかそういうのはね整ってるとは聞いてますんでね、実戦でどんなレースをしてみるかによって今後のスケジュールを決めたいということで、今回このレースにちょっと出走を確定したということです。だからねチャンスはないわけじゃないんでね、なんとかねちょっと次につながる形のレースでもいいんでね、なんとか無事にちょっと出走で走り回りきってくれたらいいかなとは思ってます。じゃあねパドック早速見に行ってね、またどんな馬かどんだけ成長したかね、あれからちょっと見ていきたいと思います。それではパドックにゴー。これからレースすいません、応援してます。勝ったらいいなでまた応援させていただきます。はい、じゃあねパドックにやってきてます。そうですね、今回9番ということで初出走になるんですけども、初出走っていうのはね結局優先出走権というか優先的に出走ができるみたいで、今回フルゲートなんですけども無事にこうやって出走することができたんですけども、今日はねベラジオボヤージュも含めて3頭いますね。体重は452キロ、9番ですね。で今のところ単勝はね 38.0 倍で、10番人気以上かな、にはなってるんですけどね、先ほどね船山瑠衣騎手ですね、今日がデビューっていうか騎乗でそれもありますし、それでいろんなねオーストラリア南半球馬のあれとしては斤量が50キロ、ね、で一番上がね57キロなんで、その差が7キロあるんで、ここはね結構ね有利にね働くんではないかなとは思ってます。ただやっぱりね中山が今日からかなコースが A コースになって、理論的にはやっぱりうちの先行馬が有利、となってますね。
うちが全然この A コースのうちが全然荒れてないんで、この辺をねうまいことねちょっと回って、前目に行ってそこを通れば結構経済コースかなっていうのがありますね。で今回ベラジオボヤージュも9番なんでね、スタート良ければね結構ねそういうインっていうか取れるね可能性も十分ありますんでね、今ねちょっと周回していってますけど、やっぱりね馬体はね本当ねもう冬毛も抜けてねすごいピカピカなんですけど、友もでもねやっぱりねしっかりお尻でっかいですしね、ひょっとしたらちょっとね結構差しっていうか中段ぐらいからの方がなんか持ち味がいきそうな馬体ですね。で歩様とかねそういうのはね結構スムーズに、ね、交互にちょっとね出てますんでね、この辺は特に問題ないかなってあれですね。で今日がね正直デビュー戦になるんで、このね結局やっぱり土曜日ということでね人がね、中継はいつもそうなんですけどね人がちょっと多いんでね、こういう人っていうかそういうのに敏感に反応してねちょっと集中力を欠かさなければいいんですけど、今のところそういうのもねなくて、順調にね、順調っていうか落ち着いてね周回を回っているような感じですね。それでもね今日はね本当初めてのレースなんで、まず一つがねやっぱりね無事にね回ってきてもらうっていうのとね、で結構見本になるんですけども、調教ではねやっぱりね結構ね D コースですかね、をね中心に結構走ってるんですけども、最小駅ではね最終1ハロンですか 11.7 秒ですかでねしっかりね足を伸ばしたような感じになってたんですけども、一応ねそれなりの足、11秒台は使えるんで、そんなにね恥ずかしくないレースにはなると思うんですけどね、全体的なタイムもね結構ね強めにいってたとは思うんですけども、しっかりね調教もできてね、でやればやるほどやっぱりよくはなってきてるとは聞いてるんで、全然ね、いいのじゃないかなと思いますね。でねこの馬のね注目すべきところはねやっぱりねウートンバセットっていうところなんですよね。ウートンバセットって言いましたらねオーストラリアの種牡馬の中でね今ね種付け量5000万の馬です、ナンバーワンですよね。でこの前のねサウジカップなんかにもねウートンバセット3個走ってたんですけども、今ね結構旋風を巻き起こしてる海外でね種牡馬になりますね。でそのウートンバセットの子供がこのベラジオボヤージュになりますんでね、このボヤージュっていうのはね本当ね当然ね競走馬としても、期待はねすごいしてるんですけども、結構ね繁殖っていうか、もしめっちゃ先なんですけどね繁殖牝馬になってもねすごい注目されるような血統背景ではありますね。これがねだから走ったらねなおさらね注目度がねさらに高なるんでね、今日はちょっとねぜひね、日本のね血統の馬がね基本はねやっぱ多いんですけどね、こういうねちょっとねオーストラリアっていうか海外のね血統の馬がね活躍したらねまた競馬も盛り上がるんでね、ぜひねちょっと頑張ってほしいですね。まだやっぱ新次ジョッキーのねこの船山騎手がねちょっとここでね勝ったりとかしたらねこれもドラマっすよね。ちょっとその辺もね注目していきながらちょっと見ていきたいなと思います。上原先生も本当ねこのデビューまでここまでね預かっていただいて今日ねデビュー無事に迎えられるということはね本当に先生も喜んでおりましたんでね、あとはねこのレースを見てからのスケジュールとかもねいろいろ見極めてから決めていきたいとも言ってありましたんでね、そのあたりも含めながらねボヤージュにはちょっと頑張ってもらいたいなと思ってます。いやいいよいいよ、ともごっついね、なんかめちゃくちゃごっつく見えるけどなんか。はい、それではレースにちょっと行きましょう。はい、単勝9番5000円、さっきのレース30分負けてたな。ほんますか。さあ信じるものを救われる。行きましょうか。このサンデーファンデーに変わった2番手内9番大勢ドリフォン、外からジンワ鬼吉、外からジンワ鬼吉、あとは離れてダンデバローズ10番フリンマクシ8番が8番から争いだ。先頭は16番のサンデーファンデー、これを打って14番10番鬼吉、内から9番大勢ドリフォン、もらったわけだ。先頭は16番サンデーファンデー、サンデーファンデーゴールイン。あなた投票カードを入れるか生産を押しありがとうございます。そしたらね、じゃあこれね、はい、一応ね単勝5000円副賞1万円もう人気なくてもね自分の前からすぐ買えるね
でこうやってくるからね、ほんま。3番リッスンクロース448キロ落ち着いてね、入ってきてね、ゆったりも歩いてますね、今。4番マキャベリー結構このね、船山騎手が、菅原明55ね、模擬レースだと思うんですけどね、5番山人7倉、 460新ジョッキーたちとね、こうレースをして、で3勝、おお、あー落ちた、あーあかん、頬張れ、あー危ない、スターエンブレム危ない、468キロボヤージュがちょっと頬張しかけました、 57危ない、 7番スパーブケン526キロ前回からプラス2松岡正美57キロ8番レッドキリアンまあ大丈夫でしょうマイナス8、ね北村宏57キロね、9番ベラジオボヤージュデビュー戦452キロあーちょっとね、ちょっと気悪いとこ見しますね。落ち着いて、 10番あららららららら、 458キロ前回から落ち着いてね、長浜港54キロね、いつもの調教通り行ってくれたらいいからね。 442キロマイナスね、もうちょっとなんか抑えてほしいような気もするけどね、ウォーミングアップでね。2はい、じゃあでもうね、ファンファーレ始まりますね。まずはやっぱりね、スタートですよね。でコースがね、やっぱり先ほどみたいに A コースになってるんで、まずスタート出てからなんとかね、こう内の方でね、最初のコーナーまでがね、まあね、そんなに距離はないんでね、だから経済コースね、やっぱ内綺麗なとこを通って、で最後ね、 3歳に勝利中山はね、やっぱ急坂があるんでね、ゴールまでにね、足溜めてね、最後ね、末足しっかりね、伸びるような展開になればですけどね、まずはね、だからスタート、折り合い、まあ位置取りですね。ここまで上里騎手の第2レース4着が最高着順となっています。この後8レース開始までちょっとね、上にね、こうパッと立ち上がったのが気になるんですけどね、ちょっと気の悪さがちょっと出てるっていうかね、 16番エンジェルフリーズちゃんと出てや、ゲートにかけよう。スタートしました。うわ出たのは8番レッドキリアンと12番ミカエル・イースター。ちゃんと出たね、ちゃんと出てんね、よっしゃ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 、最内は2番マイデル・ルーガ。いいよいいよ、広がって第1コーナーを回っていきます。結構ね、中段ぐらいですね、中段のやや2番手4番マキャベリー、3番手は13番ブタビです。前から4投目、外16番エンジェルブリーズ。あ、いいですよいいですよ、 5番山人エイト。ちょっと流れたんでね、スタートからね、前から6投目やっぱ最初のコーナーまでがね、短いんで、かわして上がっていく11番レールドインパクト。ここ折り合いはね、きっちりね、ついてるんじゃないかなと思いますね。その後ろには1番でもちょっと口割ってるか、あとは9番ベラジオボヤージュ、行きたがってるね、そしてかわして上がっていく15番サンカシグレ、後方には7番のスパード剣が続いて、外は並んで10番ナイトうまいことね、だから開いてくれたですけどね、ちょっと団子状態ですね。最初の 1000m は1分0秒9を通過。まあ普通ですけどね、この未勝利戦なんでね、折り返していって、あとはよっしゃよっしゃ、ええところええところ、最後方には8番全然ついてきてるね。600を切って3コーナーから4コーナー。あ、いいよ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 、マキャベリー先頭に立って、いいよ2番のマイデル・ルーガいいよいいよ、行って前3頭広がって4コーナー残り 400m、 外は16番エンジェルブリーズ。よっしゃ3頭広がった。さあ第4コーナー出せ出せ出せ最後の直線に出向かっていきせ、ます。外出せ、 2番マイデル・ブーが並んで16番エンジェル・ブリーズ。伸びてくれ並んでいる。伸びろ4番マケベリーは3番手。伸びろ伸びろの中5番ヤマニン・エイトロ。あとは11番ベルトイン。伸びろそして5番の15番サンガシグレ。伸びろ伸びろ16番エンジェル・ブリーズが抜けた。今新リードを取ったエンジェル・ブリーズゴール。2着は2番マイあデル。3着は5番のヤマニン・エイトロンです。 8着ぐらいか。抜けて完勝。16番エンジェル・ブリーズ。安城は岩田康成騎手。1分47秒9。ここね、外2番マイネル・ブーガが2着。内っていうかね、中段で我慢して結構ね、上がりはね、ゴールまでの 800m は46秒9。そんなにだからね 600m は34秒4。めちゃくちゃ離されてるわけじゃないんで、
16番まあ、人気通り16はねソアレスけど2番がね人気って名前のき2着来てね、マイネルフーガーを捉えて限定鑑賞。この2番の馬と比較するとそこまで離されてないっていう2か、番手追走から4コーナーではね前に並んでいきましたが、いやいや最後まあまあまあ捉えられての2着。まあ初戦にしてはねヤマニンエイドロ、多分真ん中ぐらいの着順かな言うたら、 5着は11番。まあ、そこまで負けてるわけじゃないんで、確定までお待ちください。まあまあまあ合格点なのかなこれは分からないけどね、まあ人気通りぐらいになってるんちゃうかな着順が、でもまあちゃんとね追走もついていけたしね、最後直線になってからもねボヤージュなりにはやっぱ伸びてると思うんで、まあ、スタートもちゃんとねちょっとめっちゃ出遅れた思ったんですけどねボヤージュじゃなかったんでね、まあスタートもちゃんと出たしね、まあまあいい経験になったんちゃうかなこれは。ね今上がってきてねあれちょっとあれ、ね、全然ね多分ケロッとしてるからね、さっきも今ちょっと帰ってきた時も首振ってねさっきの出てきた時と同じような感じになってたけど、まあまあケロッとしてるんでね、まあでもこの経験がね次にね生きるようなレースにはなってるとは思いますね、まあ先生もおそらく同じ意見だと思いますけどね、まあちょっとね負けちゃったんですけども、まあなんせねちょっと遅生まれっていうのもあってねまだまだこれからの馬だっていうのもあるんでね、これ以降このレースをね経験してまたねいろいろねちょっと変わってくれることをねちょっと願いたいなと思ってます。ただね本当にね、まあ、この中山のね1008っていうことでねちゃんとついていけたっていうのはね本当にね収穫あるレースだったと思いますね。斤量とかそういうね恩恵はあったんですけどね、まあ、それでもねやっぱりねこう離されてレースにもならないねケースもあるんでね、もうそう考えるとねちょっとプラス思考でちょっと考えていきたいなと思ってますんでね、またちょっと次走以降楽しみにしててくださいね。馬券はちょっとまた負けましたけどね悔いはありませんじゃあまた次回ね、次はね地方競馬ですかね、来週ね戻って園田でねベラジオドリームの重賞もありますんでね、まあ、3月始まって、ね、3月もいろいろ目白押しになってますんでまた期待してください。じゃあさよなら。And the beat drops.